皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシアの首都モスクワで起きたテロ事件について取り上げていこうと思います。多くの一般市民がテロリストの襲撃によって亡くなったこの事件、ロシアの世論に対する影響も大きいでしょうし、同時にこの事件には不可解な点もかなりあります。今回の動画では、テロの犯行そのものについての映像は少し衝撃的すぎて流せないわけですが、その周辺の映像などを通じて犯行時の様子をお伝えしようと思います。後半においてそれらについての解説を行います。まずはどのような報道がなされているか見ていきましょう。まずは報道記事。モスクワのコンサート会場で銃撃。60人超死亡の情報。IS が犯行声明。ロシアの首都モスクワ近郊のコンサートホールで迷彩服に身を包んだ5人の武装集団による銃撃事件が発生した。メディアは当局の情報として少なくとも62人が死亡し、140人以上が負傷したと報じた。なお、この死亡者数についてはその後、情報修正が行われています。国営ロシア通信によると、武装集団は逃走中とみられる。ロシア外務省はテロ攻撃と非難。連邦保安局は必要な全ての対策が取られていると表明した。事件を受け、モスクワでは空港や鉄道駅などの警備が強化されている。事件が起きたクロッカスシティホールの座席数は6200席。この日はロックバンドのコンサートが開かれる予定で、チケットは完売していた。連邦保安局は今月初め、IS 関連組織によるモスクワのユダヤ教礼拝堂襲撃を阻止したと発表。在ロシア・アメリカ大使館は、この直後、過激派が近くモスクワで攻撃を行う計画を立てているとし、在住アメリカ人に注意を促していた。この時アメリカ側からロシア当局への警告として、モスクワでのテロ攻撃の可能性があることが伝えられたのですが、ロシア当局はこれを軽視したとされています。アメリカからの情報ということもあって、ロシアの内政に少しでも揺さぶりをかけるための通告だったと判断されたからです。事件後、犯行声明が出ました。ロシアのコンサートホール襲撃、IS が犯行声明、数百人を殺傷。モスクワのコンサートホールを襲撃した事件で、過激派組織イスラム国 IS が犯行声明を出した。通信アプリテレグラムに投稿された声明は、多くのキリスト教徒が集まっている場所を攻撃し、数百人を殺傷して大規模な破壊を引き起こしたと主張。襲撃した戦闘員は無事に拠点に引き上げたとしている。IS はイスラム教スンニ派の過激派組織で、シリア内戦などの混乱に乗じて台頭。一時はシリアと隣国イラクで支配地域を確保していた。2019年までに米軍などの軍事作戦により弱体化したものの、その後も各地で IS 系の組織がテロを続けている。ここからは現地から上げられてきた動画をご紹介します。なお、YouTube ではあまりにも衝撃的な映像については、これを公開することは基本的にはやめてほしいという姿勢ですから、今回の動画でも犯人が映っている映像については取り上げません。しかし、銃撃音が鳴り響き、多くの人々が逃げ惑っている姿をご紹介しようと思います。こちらは玄関ホールでの様子。遠くから銃撃音が鳴り、多くの観客たちが何事かと振り返り、そして危険なことを察して逃げ始めています。こちらは会場の内部。ここでわかるのが、館内放送なので急いで避難させようというアナウンスが流れている雰囲気は感じません。多くの人々が異変を感じ、何事かよくわからないけれども、この場を去った方が良さそうだなという銃撃事件が起こっているその切迫性について、観客たちはまだ把握している様子がありません。この映像のその直後に犯人たちが会場内に入り、銃撃を行い始めます。Стреляют из автомата. Стреляют по толпе. こちらは会場を去ろうと階段を避難している人々。こちらは建物の外。銃撃音が鳴り響く中、館内から多くの人たちが逃げ始めています。会場内から出てきた人たち、そしてその様子を見てさらに周りの人も異常を感じてより遠くへと小走りで逃げていきます。建物内部にいた人たちに対する銃撃を行った犯人たちは、その後建物そのものに対して放火を行いました。そのため、コンサートホールは大炎上しています。首都モスクワに配備されている特殊部隊が現場に到着したのは1時間が経った後だとされています。そのため犯人はすでに逃げ去り、
警察や特殊部隊はもはやもぬけの殻となった施設を取り囲むという失態を犯しました。イスラム国が犯行声明を出したわけですが、この動画では2つの可能性について解説をしておきます。まず第一に、イスラム国が犯行声明を出したのだから、イスラム国が実行犯だという場合について、そしてもう一つについては、また別の可能性について提示しておきましょう。現在のところ分かっている情報からして、真実が何かというのは断定できないわけなので、ある程度可能性のあるものについて押さえておきましょう。それでは、今回の事件、イスラム国が起こした場合についての解説。ロシアはこれまでイスラム国とは対立関係にありました。それは、ロシア国内におけるイスラム教徒との戦いといったものが以前から存在し、それに伴ってロシア国内でのテロ事件といったものも発生してきたからです。また、この戦いは、ロシア領内だけではなく、ロシアの国外においても対立関係がありました。例えば、イスラム国はシリアやイラクといった中東地域においても一時期武力制圧した地域があったのですが、その時においてもロシアはシリアのアサド政権と手を結んでいましたから、イスラム国との戦いも行っていましたし、現在でもなおシリア領内にロシア軍は駐屯を続けています。現在のところ中東地域におけるイスラム国は実効支配している地域はないとはされていますが、その残党は生き残っています。そしてその流れを組むイスラム武装組織は世界各地に存在していることから、ロシアに対してテロ行為をしたとしても別な不思議なわけではありません。そしてなぜこのタイミングで攻撃を行ったかといえば、それはロシアがウクライナ侵略をするにあたって多くの人員や関心がウクライナに集中的に向かうことによってロシア国内の守りもしくは防潮体制について穴が開いていたのではないかという説があります。例えば今回の事件ではコンサートホールで銃撃事件が発生したわけですが、ロシアの警察及び特殊部隊の到着はかなり遅れました。一説では特殊部隊が到着したのは事件発生時から1時間以上経ってからと言われていますから、どれだけ対応が遅かったのかということが指摘されているわけです。なお、傭兵部隊ワグネルの放棄した時においては、そうした警察や特殊部隊だけではなく治安当局が出した装甲車両などもありましたから、たとえ銃撃事件があったとしてもこれに対抗するための装備や人員は本来であればモスクワにあるはずです。しかしそのような部隊があったとしても指揮系統命令が混乱しているか、もしくは実際の稼働できる人たちが臨戦態勢になかったとすれば対応が遅れたのも仕方ないでしょう。まあそれだけ内部がスカスカになっている可能性があるわけです。そしてそのような体制だからこそテロ組織による攻撃が可能だったというわけですし、また犯行を行ったメンバーが全員が現場を去って逃走中というのも、これまたロシアの情報当局やもしくは警察当局の人員や能力が低下していることを指し示しているものです。ただしこの件についてはイスラム国が犯行声明を出しているからといって本当にイスラム国かどうかについては疑わしいとする説もあります。それはロシア国内の引き締めを図るためにロシアの情報当局が自作自演でこのような事件を起こしたということが疑われているのです。これはチェチェン共和国においてロシア連邦からの分離独立運動が盛り上がっていた時に、この地域の人たちがロシア国内でテロ事件を起こしたんだ、国民よこのような反乱分子を鎮圧するべきだというような世論の焚き付けが行われて、武力鎮圧がかなり強力に行われました。現在チェチェン共和国はプーチン大統領に忠誠を誓う人物が私兵集団をかなりの規模で持ち、独立を目指す人たちの動きを押さえつけることに成功しているとされています。しかし独立を願う人たちは何もチェチェン共和国だけではなく、イスラム教徒というもっと広い定義で警戒をすべきだというような引き締めを行うためにこのような事件を発生させたかもしれないというわけです。もちろんこれについてはまだそういう説がありますよといった程度で、実際のところどうかは分かりません。しかしそのような話もあり得るというのを少し頭の隅に置いておいた方が良いでしょう。ロシア当局が自分の国民たちを犠牲にするような自作自演を行ったという歴史はすでにあるからです。そしてもう一つの可能性について言及しておきましょう。それはロシア国内においてイスラム国が犯行声明を出したんだけれども黒幕はウクライナだというような世論誘導が見られます。これは言うまでもなくウク
クライナに対する反感を国民の中で高めることによって兵士を集める時にもより多くの人々の注意を引きつけますし、またウクライナに対する攻撃をより苛烈に行ったとしても国民の支持感情を失わないための世論工作です。この場合、イスラム国が犯行声明を出したことに関しての整合性が取れないわけですが、ロシア国内においてはイスラム国の黒幕としてウクライナがいて、ウクライナはネオナチである、ネオナチの仲間としてイスラム国というテロリストが手を組んだんだみたいなシナリオが組まれるわけです。これはかなり荒唐無稽なわけですが、そもそもゼレンスキー政権に対してネオナチ政権だという話そのものもやはり荒唐無稽なので、嘘に嘘を重ねることによって陰謀論をより広めようとしている可能性があるわけです。どちらについていっても現段階では断定することはできないので、これから様々なところで情報が出てきてこれらを分析することが求められるでしょう。そうでなくては今回の事件ちょっと不審な点が様々あります。例えば犯行を行った人物たちは明らかに現場での行動を一切急いでいませんでした。皆さんにお見せしていない映像としてはコンサートホール内で観客たちを銃撃して回っているその様子の映像なども公開されています。そこを見ると犯人たちは一切走っていないのです。いずれも悠々と歩き、そして見かけた観客たちを銃撃していくその光景は全く急いで何かを行って急いでその場を離れようという意思を感じさせないものでした。実際犯人たちは多くの人たちを銃撃したにもかかわらず、その後全員がその場を去って警察や特殊部隊の手を逃れています。まるで自分たちが余裕を持って犯行を行ってもそれでもなお逃走時間に余裕があることを見越しているかのような動きでした。また最初に出回った話として犯人たちと見られる容疑者たちの写真が出回ったのですが、その時に挙げられた人物たちがいずれもすでに死亡していた人物だったということが後に判明し、これも不可思議さを追加しています。ですからイスラム国が本当に犯行を行ったという可能性もありますし、一方においてウクライナに罪を着せるために、そして国民感情を高めるためにロシアの情報当局それ自身が自作自演で犯行を行ったか犯行を焚きつけた可能性といったものも排除できません。おそらくこれから先様々な推論をもとにした陰謀論が出てくると思いますが、それらのどれもがある程度の説得力を持ち、本当にどれが正しいのかについてはすぐには判明しないでしょう。しかし事実として多くの一般市民が銃撃され亡くなりました。そしてその後犯人たちの放火によってもたらされた火災によってさらに亡くなる人たちも出ています。そのために死傷者数についてはこれからも増加する可能性が指摘されています。たとえ犯人がイスラム国であろうと、ロシア情報当局の自作自演であろうとも、このような一般市民に対する無差別の攻撃は卑劣な犯罪です。亡くなられた方たちのご冥福をお祈りします。というわけで今回の動画はここまで。ロシアにおいて凄惨な事件が発生しました。イスラム国が犯行声明を出し、第一首謀者だとは見られています。ただし本当にそうなのかについては疑問を挟む余地がある点については言及しておくべきでしょう。あなたはこの話を聞かれてどのように思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンをクリック、そしてスーパーチャットのご利用もぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。